13度ぐらい匂いがしますね。おはようございます。よろしくお願いします。お寺さんが来てくれるんです。で、妹も隣にいるから、妹は私の反省生かして。なんか色が違う小麦粉入れられてましたね。あれがね、全粒粉言うて、小麦のこの殻のところね。殻を。何種類か小麦を配合しております。卵と、これで今からちょっと15分ぐらいこうやってミキシングやるんで。いい匂いがしますね。今から1時間ぐらいしたらこれがシュ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 って、でこのメーターがまあこう上がってくるんで。これをよいしょ。今度は複合言うてこれをまた貼り合わすんで、これをすることによってコシが麺にコシが出るよね。2回うちは複合やる。2回やるんですね。麺の特徴を教えていただいてもいいですか？まあ、つるっともちっとコシがある感じよね。まあ、いわゆる高水言うて小麦に対して水分がまあ 37% ぐらい入ってるね。博多ラーメンなんかでは低加水言うてね、だったらもう 28% とか。これは高水なんでこうもちもちっとした感じ。香りとか小麦の味とかさらに際立ててくれるっていうかな。もうこれに行き着くまでたら、3年とかぐらいかかったね。配合とか小麦の種類とかね、いろいろ教えてもらったり調べたりして、私も40年以上やってるけど、この青年は面白い。一応形にはなってるけど、まだ水と小麦粉が一体にはなってないんよ。はい。今から1時間ほど寝かす。1時間。でこれが1時間経ったやつなのね。これがもう1時間経って、
また伸ばして切っていくけんね、はい。麺にしていくけん。これ今これ4ミリなんだけど、これが今2.5ミリね。2.5ミリ。で、薄くして薄してって最後切る。これが切り刃。無料。OK。これをグリ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 、こういうハムになるね。もともと寿司屋をそう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 経営されてたっていうふうに。それこそそのさっきの製麺機のミキサーでこれ手ちぎってしもうてから、これでもう結局寿司が包丁が持てんが寿司が握れんようになったけで今もうラーメン一本でやる。ああ。寿司屋時代に常連さんに最後の締めで出しよったんよ。体操麺とかって聞くじゃろ。はい。あれのあったかいやつを常連さんに締めで出しよったんよね。常連さんが美味しい美味しいって、でまあそれ美味しいのは美味しいんだけど、そうじゃな、これラーメンでやったら面白いなって思って寿司屋とは別にラーメンを始めたんだけど、はでだからすぐわし手怪我してしもうて退院したけほじゃ始めようかって言った時にコロナが出たわけよ。でコロナがちょっと落ち着いた時期があったけ、い。はい。そこでオープンしたんですね。はい。手の方はどんななんですか。なんか治ったんですか。まあ一応治ったのは治ったけどね。だけどもうこう指がこういうなもんね、寿司がもうできんわけよ。こうね、ちゃんとこうグー握れんけ、ここがもう手のひらが真っ二つに真っ二つに。裂けたけね。でそれって縫ったんですか。そうで広大の先生がやってくれんかったらこれ治ってなかったよね。その時はもうね、昼ラーメンやって夜寿司屋やってで掛け持ちでやるってけもうくたびれとったんよ多分。うちだけ鯛だしラーメンとエビラーメンいうのがある。鯛だしラーメンの方は鯛飯がついて、エビラーメンの方はこのエビ漬け丼いうのがつくんよ。うちそのご飯とセットなんよ。でラーメン食べてご飯食べて、でそのラーメンのスープをご飯にかけたら鯛茶漬けとかエビ茶漬けもできるね。3度も4度も楽しめるんよ。これ昆布です。そうそう。でこれが鯛の身ね。51.76。
今日が9月の 15?16 か。16です。16か。昆布の上に並べて、こうやって塩をすることによって、この鯛の水分が抜けるわけよ。はい。で、その昆布の旨味が身にこう、入っていくね。はい9月の16日。で、これで冷蔵庫で、まあ、3日ぐらい寝かしたら使える。これが出てまだ2日目だけど、ちょっとこう、柔らこうなんでね、こうね。昆布がこうね、水分吸うて、鯛の水分吸うて、ちょっとこう、柔らこうなって、今、昆布の旨味が鯛の身に入っていきよるところ。これで終了。一応。今から加盟店さんに納品するやつ。納品するやつ。これがさっきの鶏チャーシューな。真空しようか。ちょっとわしも戻らねえけんけ。おはようございます。今日もよろしくお願いします。お願いします。いくらにすればいいかわかんない。でもなんか足りないってやったら困る。私島アナウンサー。平成の多彩な方ですよ。あ、そうですか。甘エビのお菓子が。これを今から油で揚げて、ラーメンの香味油。油。カラカラになるまで揚げて、要するにエキスをこう油に出しおるわけ。ラジオネーム竹原のブラックデビルさんといつもじいちゃんが言っていました。なかなかもうだいぶ変わったやろ。はい。色が。細いから、頭を上げる。最初の覚えてるかどうかわからないけど、最初なんか結構透明でしたよね、黄色く。でエビ油もまあ上がったら頭を引き上げて一晩冷まして明日たらこういうやつになるね。赤いじゃろ。はい。エビのそのあれが出とるね、エキスが。頭じゃけ味噌とか入ってる。味噌。ああ。放送前にやるべき放送前にやるべき。そう、裸もやる。楽しみだな。どうですか。バッチリ。バッチリ。あと冷まして終了。これみんな感動するんだよ、来たら。これがね、いわゆる油なんよ。
これがタイの油、この茶色いのがスープよね。茶色いのがスープ。もう圧が抜けとるよね。あんだけあったもんがね。ギューってされてます。そうそう。私も時々あれよ、塩振って食べる。これを。これを今からまあここなんかまあ暑いきあれだけど釜のとこだけこれ首のとこだけこのまま食べれる。これで潰すんですか？これでギューッとこう圧縮して絞る。で、これ絞ったやつもあの中に入れるんです。そうそうそう。もったいないじゃん。あれだけど10リッターぐらい絞れるけどね。3回ぐらいね。あと2回ぐらい。10リットル。10リットル。もう毎回10リットル分ぐらい出るんですか？そうそう、絞ったらね。これで濃度を測るんですか？そうそう。これで13度ぐらいあるか。青いとこと白いところの境目がある。はい。でこれが 12% ぐらいある。13いっとるかな。であっちの面場に
ごく、なんか結構大変だった時期が、そうそう、あったっていうまあ今でも大変なんだけどね、負担が大きいわけよ、家賃とか。はい。だけどそのフランチャイズを始めたんだけど、結局今1店舗しかまだおらんけ、加盟店が。当初の予定だったらね、5軒とか10軒とかいう話だったんだけど、はい。そこからの売上が利益でこことてもじゃないけど維持できんわけよ。久久のラーメン屋自体はまあ全然行列ができるぐらいでまあいいんだけど、ここが要するに足引っ張ってるわけよ。でまあいろいろ分析してもらったら、やっぱりラーメン屋の方はこんだけ売り上げがあって利益が出とるんだけ、まあ潰すのはもったいないけ、今一棟借りしとるんだけど、こう1回だけの契約に変更してもらって家賃を下げてもらったりとか、まあうちなんかやったらその元金も含めたら月に返済が50万ぐらいあるわけよ。それがまあ10万ぐらいで済むわけよ。だから40万とかいくわけよ。で家賃もまあ半分までならんけど半分地方まで下げてもらうだけでお金を浮かしてって、でなんとか今首がつながっとるいうか。もうね、だいぶギリギリ、それでも結構ギリギリなんです。そうそうそう。実際のところがまあ本来は毎週水曜日が定休日だったんだけど、もう定休日も廃止して、よっぽどなんか体が辛いとか用事があるとか時以外はもう全部営業すると、盆正月以外は。だけどまあちょっとまだあれよね、しばらくはしんどい状況が続くよね、うちも。4時間とかで調理しといて、で63度で30分、それが最低基準。それ以上加熱すれば全然問題はない。でまあレアチャーシューっていうんだけど、3時間4時間って低温調理すれば柔らかくなる。なんかこれがその鯛だしラーメンとなんか相性。まあそうね、まあ一番合うなって導き出したまあ時間よね。それじゃあちょっと掃除をしてあげて、神さん。加納結び、漢字のかなういう字にとる。もう岡山行ったらそしたらいける、2列は多分無理だろう。取られるから、だから3列で真ん中が大体あって。お待たせしました。何名様ですか？東島で岡山にバーッと。
っしゃいませ。いいですか。いいです。すみません。申し訳ない。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、どうも。お願いします。ごちそうさま。ありがとうございます。クリアホルダーもらえる。いらっしゃいませ。ご来店初めてですか。はい。買い出ししかもレギュラーサイズに買えるんだ。はい、帰りますよ。じゃあ自分は鯛だしラーメンの鯛めしセットで、はい。ネギトッピングしてください。ネギや。はい。うん、早いよ、回転率はね。お客さんが気使ってくれてるのもあるんだろうし。 1年ぐらいかかるよ。あ、そうなんですか。前回1年以上かかる。甘くなかった。これタイチャーシュー。出ないじゃない。タイチャーシューですね。これがネギチャーシュー。はい、ありがとうございます。いきます。おお。めっちゃエビっすわ。ラーメン好きでよくいろいろ言ってるんですよ。あ、そうなんですよ。今日海外行きたいって言うんで。うまい。すごいあっさりしてて、でもなんか魚の風味あってめちゃくちゃ美味しいです。海の返しと鶏コールじゃない。ベースは平らしなんだけどね、豆乳が入ってるから。クリーミーだよ。クリームとネギだね。海にクリーミー。
これがウニのムースね。ウニのムース。ブラックペッパー。今日は何を注文されたんですか？これはウニだしラーメン。土日祝限定のとこれ一緒についてるのがいくら丼です。いくら丼。はい、とっても美味しいです。これ。ああ、そうそう。これやっとかに。もう登録したんで。ありがとうございます。いらっしゃいませ。お疲れ様でした。ありがとうございました。ラーメン美味しいですか？いいからね、今日ちょっと。对呀，我1月结婚，4月来，然后结婚的时候就是我有责任，他现在就是在门口房子。OK。
やばいね、メンバーが。美味しい。まろやかな感じで美味しいですね。でもなんかその魚介って結構こう癖がある感じがするんですけど、そんなことなく食べやすい、あっさりした感じだと思います。黙々と食べてるね。ね、美味しいね。で、タイタイも好きなんで、両方ね。両方が入ってるっていう。うち？今後の目標は、フランチャイズをやっとるんで、その加盟店を増やせれたらなと、あと、うちの直営店も出店していく予定です。より一層お客さんに知ってもらうためにも、そうですね。いつも来ているお客様に一言あればお願いしたいです。鯛だしラーメン久久を、ご利用いただき誠にありがとうございます。当店は本当にリピーターのお客さんが多くて、ありがたく、思っております。これからも、よろしくお願いいたします。